このビデオでは、促音の教え方について解説します。促音の教え方のポイントは、促音の後続音にあります。つまり、小さいつの後にどういう音が来るか、これで教え方が違います。後続音が破裂音か破殺音の場合は、息を止めてくださいと言います。それに対し、摩擦音の場合は、反対に息を止めないでくださいと言います。では、実際に例を見ながら考えていきましょう。こちらが問題点です。この場合の解決方法として、仮名で板書し、そしてそれを発音させるというものがあります。このように板書をしたら、1を発音してください。2を発音してください。というように指示をします。大抵の場合はこれで治ります。治らない場合は、ローマ字で書いてみてください。その場合、2つの t の間を少し開けてみてください。そして、kit の t は息を出さないように指示をします。そうすると、kit のような発音になるはずです。そのまま一拍分伸ばして、そして手と発音します。この他の解決方法として、音符を使った方法があります。また、机を叩く方法などもあります。以上は、促音の後続音が破裂音か破殺音の場合でした。次に、促音の後続音が摩擦音の場合を考えてみましょう。解決方法の1番目は、破裂音の場合と同じです。これで治る場合が多いと思います。これでも治らない場合は、ローマ字を使います。ただし、この場合は、促音に相当する部分に、sh の文字をたくさん書き、息を止めないように指示することが大切です。大切なことは、教え方は一つではないということです。どの教え方が有効かは、学習者の母語や性格によって違います。ある方法が有効でないと思ったら、すぐに他の方法で試してみてください。あるいは、正しく発音できる他の学生に教えさせるのも良いでしょう。いろいろな教え方を試してみてください。